世界が震えた。地の底から轟く音がまるで地球そのものの悲鳴のように響いたのだ。フィリピンを襲ったマグニチュード 7.4 の巨大地震だが、あの瞬間地球だけが動いていたわけではない。太陽が同時に脈動を始めていた。黒点が増え、フレアが外れ、宇宙全体がざわめく。まるで地球と太陽が一つのリズムで共鳴しているかのように、科学者たちは今その偶然に震えている。地震と太陽フレア、この2つの力の裏に私たちの知らない宇宙の意志が働いているのか。そして浮かび上がる謎のキーワード25。それは滅びの予告か、再生の暗号か。今宵私たちはその真相に迫る。地球の鼓動と太陽の叫びが重なり合う共鳴の時代へようこそ。ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。フィリピンを襲ったマグニチュード 7.4 の衝撃。夜明け前の静寂を破ったのは突如として大地を貫く激震だった。フィリピンの南部沖で発生したマグニチュード 7.4 の地震は周囲の島々を揺るがし、地中に潜む膨大なエネルギーを一気に放出した。震源の深さは約 58km。比較的深い地震ではあったが、地殻を突き上げる衝撃は広範囲に伝わり、都市の明かりが瞬く間に消えるほどの勢いだった。数日前、この震源近くではマグニチュード 6.8 から 6.9 の地震が観測されていた。専門家の中にはそれを前震とみなす声もあった。まるで地球が次に訪れる巨大なエネルギー放出を予告していたかのようだ。そしてその通り、わずか1週間後、想像を超える地殻の悲鳴が現実となった。地震発生直後、地元の通信網は一部麻痺し、沿岸部では津波警報が発令された。被害状況の全貌はすぐには明らかにならなかったが、ダバオ市やセブ島周辺では住民がパニックに陥り、多くの人が屋外に避難したと報告されている。夜空には異様に赤く輝くオーロラのような光が一瞬だけ浮かび上がり、人々はその光景を地球の叫びと呼んだ。興味深いのは、この地震の発生時刻がちょうど宇宙空間で大規模なプラズマ波が太陽から放たれた瞬間とほぼ一致していたことだ。太陽風が地球磁場を揺さぶり、わずかながら磁気嵐が発生していた。地球内部と外部の力が同時に動いたとき、何が起きるのか。科学者たちはこの偶然に警戒の目を向けている。太陽活動が高まると、地球の大気や磁場が不安定化し、それが地殻変動に影響を与える可能性があるという説もある。確証はまだないが、2025年という年は、この地球と太陽の共鳴現象を理解する鍵となるかもしれない。大地の震えは単なる自然現象なのか、それとも宇宙の鼓動の一部なのか。地球は今、沈黙の中で何かを語りかけている。太陽フレアと地球の共鳴。宇宙が警告を発するとき、地震が続発する地球の背後で、太陽は異様な脈動を見せていた。黒点が増え、太陽表面では巨大な爆発が次々と起こり、宇宙空間に電磁波とプラズマの本流を放っていた。それはまるで地球に何かを伝えようとしているかのようだった。科学者たちはそれを太陽フレアと呼ぶ。だが、この現象の本質を完全に理解している者はいない。フレアのエネルギーは水素爆弾100万個分。1859年のキャリントンイベント以来、165年ぶりとなる規模のものが再び地球に向かおうとしていると警告されている。もしそれが現実となれば、電力網は停止し、人工衛星は制御不能に陥り、通信網は沈黙する。文明の鼓動が一瞬で途絶える可能性があるのだ。そしてこの時期、世界中で不可解な現象を語る人々が現れ始めた。ルカ地球予報という番組で語られた内容もその一つだ。ミカ氏は夢の中で未来の出来事を見せられるという。彼女がかつて予言したのは、コロナの流行、トンガの噴火、東京オリンピックの縮小開催など、いずれも正確に的中している。彼女の最新の予知では、太陽が異常に近くに見え、空全体が光で包まれる光景が現れたという。空気が震え、引力や重力が歪み、そして25という言葉が響いた瞬間、強烈な閃光が世界を飲み込んだ。それが太陽フレアの瞬間だった。その後、彼女は隕石が地球に向かって飛来する光景を見たという。海底火山が次々と目覚め、地殻が波打ち、世界の地形が変わっていく。だがこれはただの災害ではない。地球という生命体が新しい段階へと進化するための再構築なのかもしれない。ミカ氏はサバイバルでは勝てないと語った。人々が奪い合い、物資が尽き、国々が鎖国状態に陥る未来を見たという。文明が自らの矛盾に押しつぶされるとき、
地球は新しい均衡を求めて動き出す。この25という数字には奇妙な一致がある。2025年、太陽活動は最大期を迎え、科学者たちも前例のない太陽嵐が発生する可能性があると発表している。偶然なのか、それとも宇宙の秩序が刻んだ暗号なのか。過去、ポーランドの預言者、ウラジスロウ・ビエルナッキも、世界中で観測される40秒の閃光、3日未満の暗闇、重力の崩壊を語っていた。その描写はまるで、巨大な太陽フレアによって磁場が乱れ、地球全体が混乱する様子を正確に表している。太陽が怒りを放つとき、地球は呼応する。火山は吹き、雷が地を走り、夜空は赤く染まる。人々は祈り、灯火だけが闇を照らす。文明が音を立てて崩壊するその時、もしかしたらそれは終わりではなく、新たな始まりなのかもしれない。太陽と地球が再び調和を取り戻すその瞬間に、人類は何を見つめるのだろうか。崩れゆく重力の秩序、隕石、海底火山、そして25の意味。太陽が閃光を放ち、地球がその脈動を受け取るとき、見えない均衡が静かに崩れ始める。引力が歪み、潮の満ち引きが不規則になり、海底に眠る火山がわずかに震え出す。その微細な変化を、科学者たちは重力上のズレと呼ぶ。しかし、ミカ氏はそれをもっと直感的に語る。太陽が近づいたと、夢の中で、彼女が見たその光景は、単なる比喩ではなく、まるで、宇宙全体が、一つの呼吸を乱したような体感的なものだったという。2025年という数字が繰り返し現れるのは、偶然ではない。人類が太陽活動のピークを迎えるこの年、地磁気と重力のバランスが最も不安定になると、複数の研究機関が報告している。NASA の観測によれば、太陽の北極と南極の磁場が逆転する周期が近づいており、それに伴って地球の磁気圏も微妙に変化している。磁力線が乱れ、宇宙からの過電粒子が地球内部に深く侵入する。このエネルギーの流入が、マントルの対流を刺激し、深海の火山活動を誘発するという仮説も存在する。海底の火山は、まるで地球の心臓の鼓動のように、静かに熱を溜め込んでいる。通常は、熱い海水の層に覆われ、熱を外に逃がさない。しかし、引力のわずかな変化で、圧力の均衡が崩れると、海底にひび割れが生じ、一瞬にしてマグマが吹き上がる。その衝撃は地震波となって世界を巡り、連鎖的な地殻変動を引き起こす。これが、ミカ氏の語る、25年の日の連鎖かもしれない。古代の伝承の中でも、太陽と地球の関係は神話として語られてきた。日本神話のアマテラス大神は、太陽の象徴として世界の秩序を司る存在だった。太陽が怒り、岩戸に隠れると、世界は闇に包まれ、自然界の均衡が崩れたとされている。現代の太陽フレアも、まさにその再現のようだ。宇宙規模での岩戸隠れが、再び訪れようとしているのかもしれない。さらに、ビエルナッキの予言にある、3日間の暗闇は、物理的にも説明がつく。もし、巨大な太陽フレアが、地球の磁場を圧倒するほど強ければ、イオン圏が飽和し、通信や照明システムは完全に機能を失う。人工衛星の太陽電池は焼き切れ、電力網が遮断され、世界は一時的に光を失う。炎を灯せるのは、電磁干渉を受けない古典的なろうそくだけ。科学と宗教の境界が消える瞬間だ。ミカ氏は、隕石が引き寄せられるとも語った。もし、重力の位相が一時的に乱れれば、太陽系内の小天体の軌道にも影響が出る。観測中の複数の小惑星や隕石群がわずかに軌道を変えれば、数年以内に地球へ接近する可能性も否定できない。太陽の爆発が宇宙規模の共鳴反応を引き起こすという考え方は、もはやオカルトではなく、量子宇宙物理の最前線で議論されている現実だ。やがて空が赤く染まり、雷鳴が止まらなくなる。鳥は飛ぶことをやめ、犬は狂ったように吠え続ける。人間の脳までもが微弱な電磁波に反応し、焦燥と不安を感じる。人々は空を見上げ、太陽に祈る。しかし、その祈りは恐れからではなく、悟りに近いものになる。文明が崩壊しようとも、太陽と地球の調和が戻る。その日を願う声だけが残るのかもしれない。消えゆく文明の光、電力網崩壊と通信断絶の未来。世界が闇に包まれる日は、突如として訪れる。まず最初に沈黙するのは、私たちの目とも言える通信網だ。スマートフォンが応答をやめ、人工衛星が軌道を外れ、インターネットが切断される。信号のない街、明かりの消えた都市、そこに広がるのは、ただの停電ではなく、文明の停止そのものだ。このシナリオはすでに、総務省の有識者会議でも議論されている。太陽フレアが発生し、地球の磁場を貫通するほどの電磁パルスが襲えば、トランスや変電施設は焼損し、
電力供給は途絶える。飛行中の航空機は航行不能に陥り、海上では船舶通信が停止、GPS を失った現代の交通網は一瞬にして混乱に陥る。私たちは想像以上に電気という目に見えない糸に支えられて生きているのだ。1989年、カナダケベック州で発生した太陽嵐がわずか90秒で電力システムを崩壊させたことを覚えているだろうか。当時600万人が真冬の暗闇に取り残された。その影響は数時間で済んだが、2025年に予測されるフレアはその数百倍に達すると言われている。電力が止まるということは、病院の生命維持装置も冷蔵庫の食料も浄水システムも止まるということだ。この状況を古い予言はすでに描いている。ポーランドの預言者ビエルナツキが語った3日間の暗闇、それは全ての光が消え、ろうそくだけが人々の魂を照らす時代の訪れだった。科学者たちはその描写を巨大フレアによる磁場崩壊と電磁干渉の結果だと分析する。人々は祈るしかなく、文明の明かりが完全に消える中で唯一残るのは人の心の光だけだ。ミカシの語る未来もそれと不思議なほど重なっている。太陽の閃光が地球を包み、引力が歪む。都市の高層ビルが静かに崩れ、空を覆う人工衛星が次々と墜落する。水は枯れ、森は赤茶け、氷河が溶けたかと思えば翌年には雪に覆われる。気候の狂気が始まり、人類の適応力が試される。この時最も恐れられるのは値上がりだ。ミカシが言う通り、物がなくなればお金の意味は消える。富ではなく、知識と創意が生存を決める時代。古い道具や手作業、自然の知恵が再び価値を持ち始める。都市から人々が消え、火を囲んで暮らす生活がよみがえる。文明が一度リセットされるのだ。そして夜空を見上げた時、そこには見たこともない光が揺らめいている。無数の隕石が奇跡を描き、地球に降り注ぐ。それは破壊の雨であると同時に、地球を浄化する再生の日かもしれない。古代の人々が恐れながらも、星の涙と呼んだ光が、今再び空を覆うのだ。太陽が地球を焼くとき、それは終焉ではなく、最短だと信じる者たちもいる。文明が崩壊し、通信が断たれても、心はまだつながっている。人類が再び自然と向き合うとき、太陽と地球の真の関係を理解する瞬間が訪れるだろう。それは、恐怖の夜を越えた先にある、光の夜明けかもしれない。太陽と生命の秘密、電磁波が操る進化の記憶。もし、太陽の光が生命の源であるなら、その怒りもまた、進化の推進力なのかもしれない。近年の研究で明らかになってきたのは、太陽フレアの放つ電磁波が、私たちの生体リズムや神経活動にまで影響を及ぼす可能性だ。わずか数ヘルツの超低周波磁場が脳内のニューロンの発火を変化させ、感情や行動に影響を与えることが確認されている。名古屋大学の研究によれば、生物の多くはクリプトクロムと呼ばれる磁気感受性タンパク質を持っている。この分子は地球の磁場を感知し、方向感覚や睡眠リズム、ホルモン分泌に関わっていることが分かっている。渡り鳥が何千キロも迷わず飛べるのも、ウミガメが生まれた浜へ戻ってくるのも、このクリプトクロムの働きによる。だがもし、太陽フレアによる磁場の乱れが、この仕組みを狂わせたらどうなるのか。科学者たちは、異常な電磁活動の期間に、動物たちが異常行動を示すことを記録している。クジラの座礁、鳥の群れの急な方向転換、夜行性動物の昼間の活動。これらの現象は単なる偶然ではなく、地球規模の電磁変動に反応しているのかもしれない。人間もまた例外ではない。頭痛、睡眠障害、不安感の増大、これらが太陽の活動周期と一致しているというデータも存在する。もし太陽が放つエネルギーが私たちの神経や感情にまで干渉しているとすれば、太陽フレアのピーク期は単なる自然災害ではなく、意識の変革期でもあるのかもしれない。古代文明の記憶には、太陽の異常な輝きの後に人類が新しい価値観へと移行したという記述が多く残されている。マヤ文明ではそれを太陽の行進と呼び、エジプトではラーの覚醒と記した。太陽の爆発は恐怖と同時に進化をもたらすもんでもあるのだ。ミカシの語る25というキーワードが単なる年月ではなく意識変化のタイムコードだとしたらどうだろう。彼女が見た引力の歪みや光の閃光は外的な破壊ではなく内的な覚醒の象徴なのかもしれない。人類の脳がこれまで感じることのなかった宇宙的な電磁パターンを受信し始める瞬間、文明の崩壊はある意味では再起動のプロセスに過ぎない。太陽が再び静寂を取り戻すとき、地球は新しい磁場の調和を終える。その後、植物は異常な速さで再生し、空気は澄み渡る。火と氷、赤と白のバランスが取れ、生命は新しい周期に入る。古代から語られる
地球は赤と白の戦いという象徴は、破壊と再生のサイクルそのものだったのかもしれない。そして今、私たちはその転換点に立っている。恐怖に飲み込まれるか、進化を受け入れるか、人類は再び太陽に試されているのだ。予言と科学の交差点、未来を映す鏡としての太陽。太陽活動と地球の変化をめぐって、科学と予言の世界はこれまで交わることがなかった。科学は実証を求め、予言は直感の記録を語る。だが、今、その境界線は静かに解け始めている。太陽フレアの異常な活発化、世界各地での地震連鎖、そして夢や予感という形で現れる未来の映像。これらが偶然にしてはあまりに符合しているのだ。ミカシが語る太陽が近づく夢は単なる幻想ではなく、太陽のコロナ膨張と地球の電離相反応の象徴とも読み解ける。彼女が見た光の本流と重力の歪みは NASA が観測した M クラス以上のフレア発生時に地球磁場の垂直成分が急変する現象と一致する。人類の直感はもしかすると宇宙の微細な振動を感じ取る自然のセンサーなのかもしれない。科学の領域でも太陽活動と地球の災害発生との関連性が少しずつ認められつつある。統計的な相関ではあるが、太陽風の磁場強度が高まった日から数日以内に地震発生率が上昇するという報告が複数の研究所から発表されている。地殻の応力は地磁気のわずかな変化で解放のタイミングを早める可能性がある。つまり太陽と地球は単なる距離的な関係ではなくエネルギー的な共鳴関係にあるのだ。一方でビエルナツキの予言に描かれた3日間の暗闇や閃光の40秒は太陽フレアがもたらす地磁気反転や通信断絶の描写にも見える。科学的な視点で読み直すと、予言は単なる神秘ではなく自然現象を象徴的に記録した古代の観測データだったのかもしれない。人間の潜在意識が宇宙のリズムに同調するとき、未来は夢の形をとって語られる。そして2025年という節目はまるで時の周期が一巡する年のように多くの古い記録や予言に書き記されている。11年周期の太陽活動、28日周期のコロナホール、そして地球の共鳴周期。科学が描く数式と預言者が描く原子が同じ波の頂点で交わる瞬間が訪れようとしている。今、地球の磁場はゆっくりと北を失い、太陽はその表面で炎を回せている。もしこの現象の先にある未来を人類が正しく理解できれば、それは恐怖ではなく覚醒への合図となるだろう。科学が光を求め、予言が闇を照らす。この2つの道はやがて同じ真実へとたどり着くのかもしれない。25の刻印、地球が目覚める年。25という数字はただの年号ではない。それは地球と太陽の鼓動が重なり合う周期の象徴なのかもしれない。ミカシが夢の中で聞いた25、25という響きは、2025年、人類は再び選択の岐路に立つ。科学は太陽活動のピークを警告し、宗教や予言は精神的な覚醒を告げている。地震、火山、磁気嵐、そして社会的混乱、すべての現象が連鎖し、地球は大きな転換点を迎えようとしている。だが、この変化の本質は破壊ではなく再構築だ。古い価値観と秩序が崩れることで、新たな文明の帯同が始まる。ミカシが語った、サバイバルでは勝てないという言葉は、単なる物理的な備えを超えた意味を持つ。どれほどの食料を備蓄しても、どれほどの資金を蓄えても、地球全体のシステムが変わるとき、必要なのは精神の柔軟さと連帯だ。恐怖の中で他者を拒むのではなく、共に支え合う心。太陽フレアの嵐の中でも、光を見失わない意志こそが人類を救う。過去の記録をたどれば、人類は何度も宇宙の変動を経験している。774年に観測された放射性炭素の異常上昇。1859年のキャリントンイベント。そして2012年の未遂に終わった太陽嵐。これらはまるでリハーサルのように次に来る本番を予告していた。地球は徐々にそのテンポを速め、最終楽章の入り口へと近づいている。空が赤く染まり、雲が裂け、地平線の向こうから光があふれる。その瞬間、時間が止まったかのように世界は静まり返る。人々は空を仰ぎ、太陽の中に何かを見つける。恐怖でも終末でもない、むしろ懐かしい安らぎの光だ。それは、地球が再び太陽と同調する瞬間、混沌の後に訪れる、新しい秩序の夜明け。25という数字は、終わりではなく、始まりの符号。太陽が全てを照らし尽くしたその先に、人類がどんな姿で立っているのかは誰にもわからない。ただ一つ確かなのは、地球がこれまでにない速度で目覚めつつあるということだ。今、その鼓動が私たちの足元にまで伝わっている。宇宙の夜明け、太陽が語る未来へのメッセージ。
地球がこれまで見せたことのないほどの活動を始めている今、私たちは何を学び、どう変わるべきなのだろうか。太陽が放つ閃光はただの破壊の光ではない。そこには人類への問いかけが込められている。あなたたちは今なおこの星の一部であることを忘れていないか。と、太陽フレアは宇宙の言語であり、その爆発の瞬間に無数の情報がエネルギーの形で放たれる。科学者の間ではフレアの電磁波の中に未知のパターン、まるでコードのような信号が混ざっているという報告もある。もしそれが真実なら、太陽はただの恒星ではなく宇宙全体の記憶装置なのかもしれない。そして地球もまたそのメッセージを受け取る受信機だ。磁場、海流、大気、生命体、それぞれが太陽の脈動に反応し微妙な変化を繰り返している。人間の心も例外ではない。太陽の活動が高まる年には社会的な混乱や革命、思想の転換が多発するという統計がある。まるで太陽が人類の意識にまで刺激を与えているように見える。ミカシの見た未来は恐怖のビジョンであると同時に再生の物語でもある。太陽が近づき、隕石が降り注ぎ、地殻がきしむとき、彼女は全てがリセットされると感じたという。文明が一度崩壊したとしても、そこから新しい形が生まれる。自然との共生、電力に依存しない知恵、そして人と人との絆。太陽の怒りは地球を罰するためではなく、再び調和を取り戻すための浄化なのだろう。科学もまたこの視点を否定できなくなってきている。 AI によるシミュレーションでは、太陽活動のピークと文明の転換期が高い確率で重なっていることが示されている。産業革命、情報化、そして次に訪れるのは意識革命だ。電磁波が人類の脳を刺激し、集合的無意識が新たな段階へと移行する。これまで外界に求めていた答えが内側から響くようになる。太陽は破壊者であると同時に教師である。これは古代エジプトの神官が残した言葉だ。太陽は全てを焼き尽くすが、その灰の中から新しい命が芽吹く。火は終わりではなく再生の儀式なのだ。今地球が体験しているのはまさにその儀式の始まりに過ぎない。私たちが恐れるべきは災害ではなく変化を拒む心だ。太陽が輝きを増すほど地球も人類もその光を反射して強くなる。暗闇の先には必ず新しい夜明けがある。今こそ宇宙の鼓動に耳を澄まし、太陽が語る声に意識を向ける時なのだ。日の記憶と人類の選択。静寂の中で地球が新しい呼吸を始めた時、私たちはようやく気づくのだ。太陽の怒りも地震の轟も全ては宇宙の循環の一部であり、生命のリズムの中にあること。恐怖に見えた現象の裏側には常に再生の意志が隠されている。科学者たちは今も太陽の観測データを解析し続けている。予測不能な爆発、異常な磁場の変動、そして地球の揺れ。それらをただの数字として扱うのではなく、地球と太陽の会話として受け止めるとき、初めて見えてくる真実がある。太陽は私たちを滅ぼすために輝いているのではない。生かすために光を放ち続けているのだ。ミカシが見た未来の断片には人類の恐怖と希望の両方が映っている。海底火山の爆発、重力の歪み、隕石の雨、そして25という謎の数。これらはすべて人類が宇宙の鼓動に再び同調するための合図だったのかもしれない。私たちはこの変化を恐れず受け入れる準備をしなければならない。地球が揺れ、太陽が吠える。だがその中で人間だけが選択する力を持っている。分断か、共鳴か、破壊か、再生か。今私たちはその岐路に立たされている。古代から続く太陽と地球の対話の物語の次の章をどのように書き加えるかは私たち次第なのだ。この壮大な宇宙のドラマの中であなたは何を感じただろうか。恐怖か、それとも希望か。どちらであってもそれはあなたがまだ生きている証だ。太陽の光が再び地球を包むとき、人類はもう一度立ち上がる。光の中に新しい世界を見出すために。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントもぜひお寄せください。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。